霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著5臨終。気の進まぬ現世時代の話も一通り片付いて、私は何やら身が軽くなったように感じます。そちらからご覧になったら、私たちの住む世界は甚だ頼りのないように見えるかもしれませぬが、こちらから現世を振り返ると、それは暗い、せせこましい、うつろな世界。どう思い直してみても、今更それを物語ろうという気分にはなりかねます。とりわけ私の生涯などは、どなたのよりも一層つまらない一生だったのでございますから。まだ私の臨終の前後の事情がはっきりしていないとおっしゃるか。そういえば本にそうでございます。では致し方がございません。これから大急ぎで一通りそれを申し上げてしまうことにいたしましょう。前にも述べた通り、私の体はだんだん衰弱してきたのでございます。どこについてもさっぱり安眠ができない。箸を取っても一向食物が喉に通らない。心の中はただむしゃくしゃ。悔しい、恨めしい、味気ない、寂しい、情けない。何が何やら自分にもけじめのない様々な妄念妄想が嵐のように私の衰えた体の内を駆け巡っているのです。それにお恥ずかしいことには、持って生まれた負けず嫌いの気性。内実は弱いくせに、無理にも意地を通そうとしているのでございますから。つまりは自分で自分の身を削るようなもの。新しい住居に移ってから1年とも経たないうちに、私はせめてもの心やりなる、あのお墓参りさえもできないまでに、よくよく闇ほうけてしまいました。一口に申したら、その自分の私は、消えかかった青松葉の火が、プスプスと白い煙を立て、くすぶっているような塩梅だったのでございます。私が重い枕について、立ち居も不自由になったと聞いたときに、第一にはせつけて、何くれと介抱に手を尽くしてくれましたのは、やはり鎌倉の両親でございました。こうかけ離れて住んでいては、看取りに手が届かんで困るのじゃが。めっきり小瓶に白いものが混じるようになった父は、そんなことを申して、何やら深い思案に暮れるのでした。大方内心では、私のことを今からでも鎌倉に連れ戻りたかったのでございましたろう。気性の勝った母は、口に出しては別に何とも申しませんでしたが、それでも女はやはり女。木陰へ回ってそっと涙を拭いて、吐息を漏らしているのでございました。いつまでも老いたる両親に苦労をかけて、自分は何という親不孝者であろう。いっそのことすべてを諦めて、おとなしく鎌倉へ戻って、先進養生に努めようかしら。そんな素直な考えも心のどこかに囁かないでもなかったのですが、次の瞬間には例の負け嫌いが私の全身を包んでしまうのでした。夫は自分の目の前で討ち死にしたではないか。憎いのはあの宝珠を。たとえ何事があろうとも、今さらおめおめと親元などに。鬼の心になりきった私は、両親の行為に背き、同時にまた天をも人をも恨み続けて、生きがいのない日にちを数えていましたが、それもそう長いことではなく、いよいよ私にとりて、地上生活の最後の日が到着いたしました。現世の人たちから見れば、死というものは何やら薄気味の悪い、何やら縁起でもないものに思われるでしょうが、私たちから見れば、それは一匹の蛾が眉を破って抜けてるのにも類した、格別不思議とも不気味とも思われない自然の姿に過ぎませぬ。したがって私としては割合に
平気な気持ちで自分の臨終の模様をお話しすることができるのでございます。400年も以前のことで、大変記憶は薄らぎましたが、ざっと私のその時の実感を述べますると、何よりもまず目立って感じられるのは、気がだんだん遠くなっていくことで、それはちょうどうたた寝の気持ち、生気のあるような、またないような、なんとも言えぬ、うつらうつらした気分なのでございます。そばから覗けば、顔が引きつれたり、冷たい油汗がにじみ出たり、死ぬる人の姿は決して見よいものではございませぬが、実際自分が死んでみると、それは思いのほかに楽な仕事でございます。痛いもかゆいも悔しいも悲しいも、それは魂がまだしっかりと体の中に根を張っている時のこと。臨終が近づいて、魂が肉のお宮を出たり入ったり、うろうろするようになりましては、それらの一切はいつとはなしに、どこかへ消えるというよりか、むしろ遠のいてしまいます。誰かが枕元で泣いたり、叫んだりするときには、ちょっと意識が戻りかけますが、それとて、ほんの一瞬の間で、やがて何もかも少しもわからない、深い深い無意識のもやの中へと、くぐり込んでしまうのです。私の場合には、この無意識の期間が2、3日続いたと、後で神様から教えられましたが、どちらかといえば2、3日というのは、まず短い部類で、中には幾年、幾十年と、長い長い眠りを続けているものも、稀にはあるのでございます。長いにせよ、また短いにせよ、とにかく、この無意識から目を覚ました時が、私たちの世界の生活の始まりで、舞台がすっかり変わるのでございます。